こんにちは。今回は道北最大の都市にある閉店した老舗のデパートを見に行きます。このデパートは1918年創業の歴史のあるデパートで、長い歴史の中で4度も経営者が変わりました。そして最後は老朽化のためデパートを閉店することになりましたが、閉店前に社長が逮捕され、電気代の滞納により閉店日よりも早く閉店するという前代未聞の事態で幕を閉じました。このデパートのあるところは北海道2番目の都市旭川市で、1918年創業の歴史のある老舗のデパートの名前はマルカツデパートです。ここは旭川の中心部です。札幌で言えば札幌駅前や大通りみたいなところです。その旭川市の中心部に今は全く使われていない大きな商業施設があります。その施設は今目の前に見えてきたマルカツデパートです。マルカツデパートは旭川駅の目と鼻の先にありました。ここは旭川の中でも一等地です。その一等地にあるにもかかわらず、2022年10月に閉店してから解体されずに1年以上残されたままです。今回はこのマルカツデパートについて紐解いていきます。マルカツデパートは行商人を営んでいた松村勝次郎が1918年に北海道旭川市2条6丁目にマルカツ松村呉服店を創業したのが始まりです。6年後の1924年に現在地である旭川市2条7丁目に移転し、1936年には3階建てのマルカツ松村百貨店を建設して百貨店としての経営をスタートしました。1965年には8億5000万円の売り上げを誇る百貨店となっていましたが、1987年に札幌から進出してきた北海道最大手のマルイーマイ旭川店が16億円の売り上げを上げており、共に旭川の2大百貨店として激しい競争を繰り広げ、地元で愛される百貨店となっていました。1969年には地上3階、地下1階へ改築し、旭川で2番手の百貨店として経営を行っていました。しかし、1970年に後継者が若かったことや経営難のため、旭川の有力な繊維卸小売業者だった東映の傘下に入って経営権が移り、ここに創業者一族松村家の経営は幕を閉じました。1971年に東映に経営が変わったことで、名称をマルカツ松村百貨店からマルカツデパートに改称し、同年建物も建て替えられ地上7階、地下1階の現在の形になりました。1991年にはバブルの好景気ということもあり、過去最高の約72億円の売り上げを達成しました。1997年、親会社の東映がバブル崩壊後に徐々に業績が悪化し、400人の大規模な人員削減を行うまでに追い込まれました。また、東映のメインバンクだった北海道拓殖銀行が1997年に破綻したため、1998年に債券が整理回収機構に引き継がれたため、新規融資が受けられなくなり、2001年2月にマルカツデパートは直営売り場を廃止して、翌3月からはマルカツデパートの名称のまま、百貨店の機能をなくしてテナントビルとして営業を再開することになりました。ここに百貨店としてのマルカツデパートは終止符を打つことになります。親会社の東映は経費削減や400人の人員削減を行いましたが、それでも経営を立て直すことが叶わず、2003年1月28日に親会社の東映が総額約350億円の負債を抱えて民事再生法を申請しました。
民事再生法の申請となっていますが、事実上の破綻でした。その後、競争入札でアメリカの投資ファンドで1997年から日本に進出したローンスタージャパンに東映傘下の会社のホテルやケーブルテレビ局などとともに総額約24億円で売却され、ローンスタージャパンにマルカツデパートも売却されましたが、名称はそのままでテナントも変化なく従来通り営業を続けました。この時売却されたホテルは新札幌副都心開発の第3期事業として1996年に建設された札幌市厚別区にある地上32階建てのタワーホテルシェラトンホテル札幌です。当時としては札幌市内で最も高い115メートルの高さがありました。テナントビルとして営業を続けていたマルカツデパートですが、2011年1月31日に主要なテナントの一つだった約15万冊の在庫を有した大型書店風紀堂メガが閉店したことにより、ビル全体の集客数が減少していきました。マルカツデパートは形を変えテナントビルとして再スタートを切りましたが、経営が軌道に乗ることができなかったせいか分かりませんが、ローンスタージャパンは2011年12月に3度目の経営者変更となる売却を行い、飲食店や商業施設といった不動産を手広く運営している HIR ホールディングスが所有しました。2012年に入ると旭川駅再開発事業に伴い、駅前の旭川エスタが同年7月末で営業終了した関係から、旭川エスタに入居していたアニメイトなど一部テナントがマルカツデパートに移転し、2015年には旭川エスタートにイオンモール旭川駅前店が開業したため、新たな人の流れができ、駅前から近くにあったマルカツデパートにも新規テナントの入居がありましたが、空きテナントを埋めるまでには至りませんでした。そんな中、2017年3月に地下1階で食品スーパーを営業していた中核テナントのラルズマート、マルカツ店が閉店することになり、その後、ラルズマート、マルカツ店が閉店したせいか、地下1階に出店していた他のテナントも全て撤退し、2018年時点で地下1階と6階はテナントがゼロになりました。2021年にHIR ホールディングスはマルカツデパートを建物の老朽化や空きテナントを解消することができないことや、家賃を延滞しているテナントがあることなどで、土地と建物を札幌市の不動産会社シックスセンスに売却し、同年3月からシックスセンス傘下の遠藤関西合同会社の所有になりました。マルカツデパートの所有者が変わるのはこれで4度目になります。その後、マルカツデパートの所有者のシックスセンス傘下の遠藤関西合同会社が取得して間もないですが、マルカツデパートは建てられてから50年以上経過しているため、老朽化も著しいことから2025年までに閉店するとしていましたが、2022年に入り老朽化が進み、水漏れでテナントに損害が発生する懸念もあることから、同年4月に2025年に閉店の予定でしたが、前倒しで閉店することになりました。しかし、同年10月に入り、電気代の延滞が発覚したため、北海道電力から10月6日に建物への電力供給停止が通告されたことを受け、10月5日をもって最後まで残っていたテナント、全20店舗が一斉に退去し、マルカツデパートは閉店になりました。実は、この電気代の延滞は、社長が逮捕され、電気代の支払いができなくなったためのようです。社長の逮捕が原因で、マルカツデパートは前倒しで緊急閉店になりましたが、この事件は、閉店直前の2022年9月に、マルカツデパートの所有者である、遠藤関西合同会社の社長が、マルカツデパート内の実際には存在しない貸しスタジオが休業したと偽り、
新型コロナウイルス感染防止対策の協力支援金を騙し取ろうとした詐欺罪の容疑で逮捕されました。閉店後はマルカツデパートを一度解体した上で25階建てを超えるタワーマンションを建設する計画を立てていたようですが、2022年11月時点で社長が逮捕されたため、運営会社のシックスセンスとは連絡が取れない状態となり、マルカツデパートがどのようになるかはわからない状態です。2024年1月現在もマルカツデパートは解体されず閉店した時の状態で残されています。所有会社と連絡が取れないため、この状態になってしまいましたが、早く解決することを願います。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。